トトロは3000年以上前から日本に住んでいた森の神様、縄文人とは共存できた。その後、人間と戦争になり滅ぼされた。この映画に出てくるトトロは最後の生き残りってことになります。じゃあなんで滅んだのか。2万年前の日本半島ですね。これが縄文以前の日本です。日本海というのがなくて巨大な湖があって、で、北海道、本州、九州、四国はすべて一塊になって朝鮮半島とつながって間に川が流れてる。海峡で朝鮮と離れてるのではなくて、大きめの川が一本流れてるだけで北海道とシベリアのあたりはつながっています。この日本半島ってめちゃくちゃ面積広いんですよ。この広大な日本半島だからこそ巨大なですね、照葉樹林や落葉紅葉樹林というのが維持できたと。つまり古代日本は大きな森だったっていうのは2万年前のこの巨大な日本半島だったからなんですね。今の日本列島ではそのような巨大な森を維持するのはできないです。この巨大な森を要することができるでかい大地だからこそ、もののけ姫に出てくる犬神とか獅子神が存在できた。九州を本拠地としていたおっこと主っていうのがいたじゃないですか。でもおっこと主はですね、もののけ姫の中で、見よ、今の我らの眷属をと、体は小さくすでに言葉も話せないっていうふうにこう嘆きます。おっこと主たちで獅子神の一族は実は人間との直接の戦いで滅びたんではないんですよね。なんで滅びたのかっていうと、これね、もののけ姫の話をせざるを得ないんですよね。これ現在との平均気温の差です。1万年前っていうのはですね、今より平均気温が5度低かったんですね。で、それが縄文時代に入る頃にですね、7度から8度上がっているんですね。水というのはですね、寒ければ縮小するし、暑ければ膨張します。何千年前に一気に温度が7度も上がっちゃいました。で、これで100メートル海面が上昇したというふうに言われます。つまり、かなり日本は水没したんですね。これ今よりもはるかに水没してました。で、この結果、おっこと主たち、トトロ一族、古代の日本の神を育んだ日本の巨大な森は、その大部分がですね、海に沈んでしまったんですね。おまけに、7300年前、機械カルデラって聞いたことがありますか？九州の鹿児島の沖の方にあるですね、火山なんですけども、300年前ですね、機械カルデラの大噴火がありました。次にあったら人類が滅ぶんじゃないかというレベルのですね、大噴火ですね。おっこと主たち、獅子神たちがですね、西から上がってきて、体がどんどん小さくなってきたっていうのはなんでかというと、この機械カルデラの大噴火があったからなんですね。東へと移動したと。と同時にですね、海が増えて、朝鮮と日本の間に海峡ができるんですね。日本海というのが存在するようになって、ものすごい日本海側に雪が降るようになる。この豪雪地帯で雪が溜まるようになって、初めて日本は稲作ができる。稲が大量生産できるような場所になるんですね。で、稲が大量生産できるようになると、森がどんどん伐採されて田んぼになる。この結果、おっこと主獅子神たちっていうのは人類に滅ぼされていった。もののけ姫の古代神っていうのはトトロたちのですね、祖先の話なんですよね。で、太古の森っていうのは利用しやすい雑木林の里山になっていったと。だから農業が一回日本列島をほとんど改造してるんですね。森っていうのがほとんどなくなってしまって雑木林になっていると。99% も原生林ではなくてですね、農業が作った森しか残ってないんです。で、トトロたちの先祖、古代の神々はですね、そんな雑木林では生きられないんですよ。原始の森から生まれたような人たちですから。だから、おっことしが言うように体が小さく言葉も喋れなくなった。これこそがこの映画に出てくる、よいしょ。トトロなんですね。体長がわずか2メートルしかなく、人間の言葉が喋れない神様。もののけ姫でですね、我々の眷属はもう終わりだ。もう我々はこれから体がどんどん小さくなって言葉を話す知性もなくなっていくだろうと言われた慣れの果てがですね、トトロなんですよ。このベース設定を宮崎さんは子供向けに作ったんですね。ところが、それではですね、我慢できなくなって、10年後にですね、つい作っちゃったのがもののけ姫なんですよ。もののけ姫と隣のトトロっていうのは、続きの関係になっていて、実はもう一つの作品とも繋がってます。巨大な神様に隠れて人間が細々と生きている時代っていうのを、風の谷のナウシカというのに書いてるんですね。で、次に巨大な神を人間が滅ぼしてしまう話っていうのを、もののけ姫で書いてると。で、人類の時代になってしまって、細々と生きていた巨大な神の末裔の子供たちとの関係というのを隣のトトロで書いてる。岡田敏夫の YouTube を見てくれてありがとうございます。ぜひぜひチャンネル登録よろしくお願いします。ではではよろしく。